40キロある。今使ってるのに柔らかくてよかった。よいしょ。まずほこりを落とす、ゴミを落とすのと、それから繊維が梱包状態見ると分かるけど、意外と端っこの方癖ついちゃってんの。それで水濡らして癖を取っちゃうわけ。あ、これ柔らかい。もう絞らない。作る品物によって硬いのと柔らかいのを分けてるわけ。どういったのがあるから。ちょっと待って、短い、束太すぎた。今選んだ柔らかい方はこれ3箇所湯がいたけど、こっちはこうやって5箇所ぐらい湯がいてる。これなんでかっていうと、この細いやつを作るときにこういう柔らかいの使うんで。それで切っちゃって、こよっしゃ、切ろうか。
今こんだけねじったでしょね。そうするとここが一番幅狭いわけ。このままねじっちゃうとここから切れちゃうわけだから、また戻して調整する。だんだん締まってくると力がないとダメ。ほんでうちで大きいやつここにあるんですけど、これがうちで一番大きいたわしなんですよ。だからこれねじる時なんかはもう体全体使ってねじらないとねじれなくなっちゃう、もう昔と違ってもう力もなくなってきたしやりづらいし、だからこれの繰り返しだから。ほんで立ち仕事で私もほらこれでまっすぐしたでしょ。もういつもこうだからもう腰がもう伸びなくなっちゃったねじってて危ないなってところが分かるから、もう長年の勘でね。これ以上ねじるとここがだんだん弱くなるなっていうのも分かるわけ。だから今ね私と弟のねじってるたわしじゃ渡りはこんだけしかないわけでしょね。ほんで弟のはほらもう1倍半、これと比べるとね。だから長くなればなるほど目を離せないんだよ目離してるとどこから切れるか分かんなくなっちゃうからこっちの方が切れやすいの切れるのを注意してれば、これねじる工程はこっちの方が楽。一番最後のガーッとねじるのはこっちの方が難しい。これをやるとき爪ね伸びてた方がいいの。なんだか知らないけど自然に左指も動く。左手もほぐしてるわけ、左の方でこうやって下もこうやってほぐしてる。このまんまねじっていくとここら辺が一番危ない。多分そうなると思う。今集めたけどどうかな。うまくいったもうねじれない。これ以上いくと切れる。ここが危なかった。一瞬にしてバーンっていっちゃうから。
あ、一番手前が危ない。あ、これね、これ以上ねじれない。やりましょうか。目が悪くなった。拡大鏡だよ。もう最悪、何から何まで。昔止めないでね、刈り込み止めないで手突っ込んで爪剥がしちゃったことが2、3回あるから、今はもうそこまでもう無理したってしょうがないからやらないけど、そういうことです。じゃあ今度仕上げましょうか。本当に最初に言われたのは、こんな綺麗なたわし見たことないって言われた。一番お客さんの反応が多かったのは綺麗だっつ。でも仕事やってみて分かるけど、埃だらけのもう汚れちゃう仕事なわけ。綺麗だって言葉はうちに関しては全く関係ないと思ってたの。これはびっくりした。だから、うち以外のたわしは、まあ、このうちは失礼だけどよっぽど汚かったんだなと。今後のことはもう年も年なんで、続けられるだけ続けるっていうことしか今もうない。体が動くうちはやるけど、一人でもうどっちかが仕事できなかったらもうそれで終わりだね。一人じゃ何から何までできないから。一人で10の仕事をできるとするんでしょ。一人ずつで一人一人が。2人で20じゃないんですよね。30にも40にも50もできるわけ。それが1人になっちゃうととんでもない生産が上がんなくなっちゃう。これね、うち親父が死んだ時にそれ感じた。親父1人いなくなったおかげでその後めっちゃくちゃ忙しくなっちゃった。だけども補充効かないし、2人だとなんとか仕事っていうのはそれなりにうまく量ができるんですよね。今更他の仕事もできないし、でまだ頑張ってればなんとか収入もあるから、
これやめちゃったら完全に収入なくなっちゃうから、だから体動くうちは続けるかなと思って。まあいろいろ考えると死んだ後だって大変だしな。うん。うん